この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちらです。葵さんの作品、タイトルは舞台です。コメント、スマホで書きました。うまく書けなかったんですが、どこをどうすればいいのかわからなくて、とのことです。葵さん、作品を送っていただきありがとうございます。まず何よりもね、添削してほしいって作品を送ってくれたこと自体がすごい勇気だと思います。いつも思うんですけど、気まぐれ添削、大変皆さんにご指示をいただいて、すごくたくさんの添削希望メールをいただきます。初心者から長くイラストを楽しまれている方まで多岐にわたっているのですが、全てにおいて僕がすごいなっていうふうに思うのは、皆さん共通してすごい熱量の向上心を持っていて、そして添削希望のメールを出すという形でそれを表現してくれているということです。僕だったらね、ちょっと添削送れるかなってたまに想像するんですが、もしかしたら送れないかもしれません。いやだって一生懸命書いた作品を直されるのって結構それだけで緊張しちゃうじゃないですか。なので、そんな壁を乗り越えて実際にこうやって作品を送ってくれた葵さんの勇気、本当に素晴らしいと思いました。尊敬します。それと、スマホで書いたということなんですが、この前自分でもね、スマホで書いてみたんですが、自分でやってみてどれだけスマホで書くのが難しいことなのか身をもってね、体験しました。もうね、思ったより難しかったです。なので、葵さんがここまでちゃんとイメージを作り上げたこと、それもね、すごいなって思いました。で、今回のイラスト、どこを添削していくかなんですが、おそらくですね、僕が想像するに、葵さんはまだお若い方だと思うんですね。それはコメントの短さや絵の感じなどから伺い知ることができるんですが、どうすればいいのか、どこをどう直せばいいのか本当にわからなくて、しかもその疑問すらどう言葉にすればいいかわからなかった。そういう感じなんじゃないかなっていうふうに考えながら絵を見ていました。そういう方に対して技術的にああだこうだ言うのはちょっと違うかなっていうふうに思いましたので、なので今回は技術的なことはさておき、この絵を僕だったらどんな風にするのか、単純にその過程をお見せすることで、葵さんの絵作りのヒントにしていただけるんじゃないかなっていう風に思いました。ですので、添削の希望もないことですし、そのような添削をしていきたいと思います。今回は単純に顔を良くするという点において添削をしていきたいと思います。早速やっていきましょう。まずですね、一旦顔をちょっと縮小させていただきます。最終的に画面に大きく入れるのは全然いいと思うんですが、修正する際にね、画面が広い方が直しやすかったりもするので、少し全体的に縮めて始めさせていただきます。はい、そしたらですね、次は輪郭を調整していきます。パッと見可愛い悪魔くんっていう感じなんですが、その割には首ががっちりしていたりして、見た目年齢的にはどのぐらいを想定しているのかなって思ったんですが、僕の予想ではね、15歳から18歳ぐらい、このぐらいの見た目にしたかったのかなっていうふうに思いましたので、このぐらいの見た目を想定して調整していきます。はい、輪郭をシャープにしてみました。次に輪郭のシャープさに合わせて目もね、若干調整していきます。はい、こんな感じのバランスでしょうか。さらにね、形も少し調整していきます。はい、
こんな感じですね。葵さんの元のバランスを見ると、下がり眉でシャープな目つきっていう表現をしたかったと思ったので、このニュアンスを組んでね、僕の好みも合わせてバランス調整をしてみました。次に、鼻ですね。鼻もですね、男の子の場合には割としっかり描いちゃっても可愛さは損なわれませんので、鼻筋も足してみましょう。はい、鼻筋がスッと通っていると立体感が増して全体的に引き締まったような感じになりますね。次に口です。口もですね、今割と二次元的に記号的な書き方になっているんですが、これも少し立体感を意識した配置や書き方にしてもいい感じになるかもしれません。やってみましょう。はい、いかがでしょうか。元のね、葵さんのプニッと可愛い記号的な二次元的な書き方も良かったと思いますが、こういう立体的に書いていくやり方も結構楽しそうでしょ。二次元的に書いていく方法っていうのはあまり情報を足すことができない分、成長過程においてそこで安定しすぎてしまうと、これ以上どうしたらいいのかわからないってね、成長が止まってしまった時に悩んでしまいがちです。そんな時にはこういう自分本来の絵柄とは違うかもしれませんが、立体的に書いて情報を足していくやり方をしていくことによって自分の成長のヒントや糸口にできるかもしれません。悩んだ時にはね、ちょっとだけやり方を変えてみるのもおすすめです。次に首の調整をしていきましょう。やっていきます。はい、首もですね、鎖骨の位置や僧帽筋のつき方など意識しながら立体的に描いていきます。で、その立体的な意識を徐々に他の部分につなげていくわけです。首をやったので、次はですね、パーカーですね。パーカーも立体的に描いていってみましょう。はい、パーカーをね、立体的に描くとぐっと立体感が全体的にアップしたような感じになりますよね。意外と細かい部分に思われるかもしれませんが、首周りの立体物、例えばワイシャツの襟とかネクタイとかね、そういう部分の立体感はとても重要ですので覚えておきましょう。あとは角ですかね。角の形もしっかりと意識しながらより立体的に描き起こしてあげましょう。今ですね、ちょっと角の先っぽの方向がどっちを向いてるのか曖昧なんですが、おそらくね、前を向いているような想定なのかなっていうふうに思いましたので、そういう想定で形を調整していきます。はい、いかがでしょう。角をしっかり描くことによってより一層立体感が出ましたよね。次はですね、少し密度感をアップしていきたいと思います。顔周りの密度感をアップしていく上で大事な部分は何といってもですね、髪の毛です。まずは髪の毛の形を整理していきましょう。はい、こんな感じ。そしたら、
髪の毛に当たっている光とハイライト、反射光ですね。これを形を整理しつつ入れていってみましょう。はい、どうでしょう。髪の毛を描き込むことで密度がかなりアップしたようになったと思います。そしたら目も描き込んでいきます。目の描き込みは顔の印象を強くするために非常に重要ですので、より一層力を入れて描いていきましょう。やっていきます。はい、こんな感じ。そして最後に背景です。背景はね、今回特に何かを書き入れていくわけではないですが、一つだけ意識するといいポイントはですね、反対色を入れること。今回のこの画面、全体的に赤色で構成されていますよね。これだとなんか絵が痩せ細ってしまったような寂しいような感じがしてしまう場合があるんです。こんな時は、そこまで目立つ色じゃなくていいんですが、反対色の緑か青。これをね、入れてあげると赤の鮮やかさも強調できていい感じになることが多いです。やってみます。はい、今回の添削は以上となります。並べて見比べていってみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。結構ね、描き方自体が二次元的だったものを三次元的に、立体的に描き起こしたので、結構ね、イメージが違うようになったと思います。ただね、こうやって見比べてみると、なんか同じキャラクターだっていうことは分かりますよね、不思議と。これがね、なかなか面白いなって描いていて思いました。はい、じゃあ最初からいきましょう。最初はこんな感じで書かれていました。結構ね、プニッと二次元的な可愛いキャラクターのように書かれていたんですが、特に添削の希望もなかったのでですね、今回は、これを立体的にちょっと書き込み量を増やしていくという形でね、添削してきました。最初はですね、この、キャラクターの年齢感を迷ったんですが、首の描き方なんかから、首がね、結構しっかりしていることから、多分15歳から18歳ぐらいの少年なんじゃないのかなっていうふうに思いました。なので、そういう想定で書き進めております。顎なんかもこんな風にシャープに描くことで、ある程度骨格を意識して3次元的に描き進めることができます。で、顔のパーツですね。顔のパーツ、中身も添削前はこんな風に割と二次元的な感じで書かれていましたが、これを骨格を意識して書くことによってこんな風に立体的に書くことができます。で、次に首周りとパーカーですね。ここについても筋肉のつき方とか、あとはね、パーカーの構造とかを意識しながら3次元的に書くことによって情報を増やしていくことができます。で、最後ちょっとここ飛んじゃったんですが、主にね、髪の毛と角ですね。ここについても髪の毛はね、こんな風に情報量をかなり増やすのに役立つパーツですので、かなりね、しっかりめに書き込むことによってぐっとイメージを良くすることができます。で、あと最後のポイント、背景のこの色ですね。全ての色を同系色でまとめてしまうとですね、ちょっと絵が痩せ細ったような、なんか寂しいような感じになってしまいがちなので、こんな風にあえて反対色を入れることによって、その寂しい感じを防ぐことができます。はい、といったところで、今回はですね、顔を良くしていくというテーマで添削をしてきました。いかがだったでしょうか？ただね、今回の顔の修正の方向性は、あくまで僕の好みの添削でしたので、もうちょっとこういうニュアンスにしたかったのにな、そういう場合にはどうすればいいんだろうっていうね、疑問も同時に浮かんだ人もたくさんいるのではないでしょうか。こんな時には、こちらの動画、男性キャラ、かっこいい目の描き方講座がおすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それでは最後に気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけん、じゃんけんポン。こ
それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで、再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。